いつもは開いていない教室のドアが少しだけ開いていることに気づいたんです。なんでここ開いてるのと思い、閉めようとドアノブに手をかけたとき、中から、どうも、島田秀平です。始まりました、島田秀平のお階段巡り。皆さん今回も見ていただきましてありがとうございます。さあ今回ですね、視聴者投稿怪談、皆さんから送っていただきました怪談、また素晴らしいお話たくさんねいただいてますので紹介していきたいと思います。今回は、5人の方から送っていただきましたお話ですね。紹介します。ペンネームみこちゃん、女性の方、そして健太郎さん、男性の方、そして3人目は、枯葉さん、男性の方、そして4人目亀子さん、女性の方、そして最後5人目がですねこちら、りゅうちゃん、男性の方。はい、今回この5名の方の会談紹介させていただきます。こちらですね概要欄の方にメールアドレスがありまして、ぜひ皆さんもね不思議体験ありましたらぜひぜひ送っていただけたらと思います。そして、こちら今回紹介をですね、させていただきます5名の方、番組の方から、2枚1組のステッカー、悪霊退散、そしてね開運のステッカープレゼントいたしますので、ぜひ同じねメールアドレスの方にタイトルステッカー係ということで、はい、連絡先送っていただけたらと思います。ちょっとね気長に待ってはいただきたいんですけども、プレゼント送りますので、はい、ぜひね待っていてください。お願いいたします。さあでは早速1人目、ペンネームみこちゃん、女性の方からの体験談ご紹介いたします。はじめまして、いつもお階段巡り家族で楽しく見ています。ちょっとねすごいお話なんですよ。私が中学生の頃に体験した話です。小さい頃、学校や自分の家の中で家族ではない誰かを何度か見たり、夜中2階の自室で寝ていると1階で誰かが普通に生活している音が聞こえたりと、そんな経験を何度かしていました。ちょっと不思議な感覚がある方なんですね。そして通っていた中学校、ここはとても古く、どこにでもある学校の階段のようなものが私の通っていた中学校にもありました。ある日です。部活が終わった夜6時半ぐらい、もう夕方、夜に近い時間帯ですね。中学生の好奇心から友達3人と噂がある教室に肝試しに行こうという話になったんです。しかし友達2人はやっぱり怖い、そう言って途中で止まってしまいました。私は好奇心で前に前にと進んでいると、いつもは開いていない教室のドアが少しだけ開いていることに気づいたんです。なんでここ開いてるのと思い、閉めようとドアノブに手をかけたとき、中から何かにつかまれたような感覚があったんです。急いで手を払い、なんとなく奥の廊下の方に目をやりました。すると廊下の奥側に2メートルはあるボサボサの長髪の女の人がこちらに向かってふわーっと飛んできたんです。先ほど言ったように電気はつけていなかったんですが、なぜかその人型の何かだけは青白く浮かび上がってはっきりと見えました。私は叫んで逃げましたが、途中で腰を抜かしてしまい、気づいた友達が私を引っ張って階段を降りてくれました。本当に怖い体験だったと今でも思い出すと鳥肌が立つんです。しかしなんですね。ここでは終わらず後日談があるんです。当時内緒で携帯を持って行って写真を撮ったりしていました。撮った記憶のない写真をフォルダーに見つけたんです。それは廊下付近の写真でよく見てみると、床から天井くらいまである人が写っていたんです。当時はまだガラケーだったので、パソコンに映して大きな画面で見てみると、あの時のボサボサの長髪の女の人に見えました。震えるほど怖かったんですが、あの時見たのは私一人。誰に言っても共感してもらえず、ただただこの怖い話を抱えておよそ15年ほど経ちました。写真はなぜか削除せず、
実家のパソコンにはおそらく入っていると思いますので、結婚して近くにはいないためすぐには確認できませんが、いつか見つけた時にはまた送らせてください。怖いですけどもね、見てみたい気もしますね。もう多分このお話聞いて皆さんも思ったと思うんですけど、八尺様ねえ、八尺というね、とても高い身長の女性の、幽霊というか不思議な存在のね階段ありますけど、なんか八尺様っていう感じしてきちゃいますよね。だって床から天井くらいまであるね女性ってことですけども、だいたいそれどれぐらいの高さですかね。ちなみに八尺様というのは八尺ですから240センチ、2メーター40センチですよ。なんかそのぐらいかな、ちょうどそれぐらいのサイズ感かななんて思っちゃったりもしましたけど、この八尺様と言いますと、白いワンピース姿、黒いね長い黒髪とかね、そういう特徴もありますんで、その格好どうだったのかまたね教えていただきたいですし、八尺様っていうのはね、見入った子供を連れて行ってしまうなんていうね、ちょっと怖い部分もありますんで、無事でよかったなというふうに思いますね。本当に怖い話、またお写真見つかりましたらぜひぜひちょっと見てみたいなと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。さあ続きまして、ペンネーム男性の方、健太郎さんから送っていただきました。ありがとうございます。こんにちは。いつも面白い動画をありがとうございます。今回は私の体験した話投稿いたします。ありがとうございます。私は看護師をしていまして、4年ほど前になりますが、病棟で勤務をしていて夜勤中に起こった出来事をお話しします。その夜勤中の日、ある一人の患者さんを担当していたんですが、60代の女性の方、A さんとさせてください。A さんを担当していた。とてもお話が好きな方で、看護師や同じ病室の患者さんともよくお話をされている方でした。少し神経質なところもありまして、入院生活のストレスもあったのか、スタッフへの愚痴を聞かされることもよくありました。深夜3時、だいぶ深い時間ですね。明かりがついているのはナースステーションのみ。病室や廊下は真っ暗な時間。私は病室の見回りをしていたんです。ところが、この A さんのベッドが空になっている。A さんがいないことに気づいたんです。眠れずに休憩所でお茶を飲んだり、あとは携帯をいじったりなんていう患者さんもよくいますんで、トイレも含め A さんの姿を探したんですが、どこにもいないんです。どこに行ったんだろう。焦り始めた頃、A さんの病室とは離れた個室の前に A さんが立っている、その姿を見つけました。真っ暗な廊下の中、誰も入院していない扉が開いた個室の中を見て A さん、ぼーっと立ってるんです。A さん、私は声をかけました。A さん、どうしたんですか？まだ夜中ですよ。眠れなかったの？と A さんの肩をポンポンしながら声をかけたんです。しかし A さんはその個室の中を凝視するばかり。全く反応してくれません。私はすごく怖くなり、A さん、部屋に戻りましょう。この個室、誰もいませんよ。と A さんを無理やりその場所から引き離そうとしました。すると A さんはスーッと個室の中の方を指さし、助けてと言ってるのよ。そう言ってきたんです。もちろん個室の中は誰もいないし、電気もついていないし、きれいに整えられたベッドがあるだけ。本当に私は怖くなり、A さん、誰もいないよ。寝ぼけてんの？戻って寝ようよ。A さんの腕を引っ張って部屋の方へ戻しました。A さんはベッドに横になるのを見守り、そしてそのまま朝を迎えました。朝、起床した A さんに昨日の夜の出来事を聞いてみたんですが、個室の前に立っていたことは覚えていませんでした。ただ、助けてって言ってるの、その言葉が気になり、A さん、もしかして A さんって何か幽霊とかが見えたりするの？そう聞いてみたんです。すると A さんはうなずき、見える時がある
そう言いました。病棟の廊下で歩いている人が入院されている患者さんだと思ったら下半身がなかったりすることがある。そんなことがあるんだと A さんは言うんです。個室の前に立っていたことは覚えていなかったようなんですが、A さんの病室からだいぶ離れたその個室に向かおうと思ったのは何でと聞くと、廊下をたくさんの人が歩いていて行列のようになっていた。それを見て自分も行かなきゃと思って一緒に歩いていったらそこだった。そう答えたんです。A さんの助けてって言ってるの、その言葉が気になったのは、その個室が個室希望をされた患者さん以外では、病状の重い人、あとはそろそろお亡くなりになりそうな人、そしてすでにお亡くなりになってしまった患者さんの死後の処置を行う部屋としてよく使われていた、その部屋だったからなんです。その個室は誰も入院していない時、夜勤中のスタッフが休憩で仮眠を取ったりすることもあったんですが、シャワースペースのドア、スライド式が勝手に開いたり閉まったり、誰もいないのにナースコールが鳴ったりということがよくある部屋でした。私は実際にそういうことを体験したことがなく、同僚から聞くだけだったので、A さんのその様子を見て間接的にではありますが、そういう体験をしてしまったのかなと思いました。とても記憶に残っている体験です。病院のねお話たくさんありますが、そういった部屋、A さんからするとね、その自分の病室からかなり離れた部屋なんですけども、そこに何で行ったのか。たくさんの人が歩いて行列のようになってる。それ見て自分も行かなきゃと思ったっていうのはね、なんかその行列っていうのが亡くなった方たちの行列なのかなとか思ってね、その行列に本当ついてね、最後まで行かなくてよかったななんて思ったりもしちゃいますけども、助けてと言ってるっていうね、その声も聞こえていたわけですね。記憶にないそうですけど、ちょっとね、病院、特に夜の病院っていうのは何か僕らが知らない世界がやっぱあるのかもしれませんね。ありがとうございました。さあ続きましてこちら、枯葉さん、男性の方から送っていただきました。ありがとうございます。はじめまして、いつも動画楽しく拝見させていただいております。YouTube で不思議な体験を募集されていることを知りまして、そういうことなら私にもいくつかあるなと思いメールを書いています。実はです。ありがとうございます。タイトルもね送っていただいたんですが、タイトルは老婆。そういった体験談なんですね。あれは私が中学生の頃の話。あの頃の私は就寝中にどういうわけか何度も金縛りに遭い、寝ている時に動けず呼吸も止まり苦しくて必死で息をしようとしてギリギリのところで金縛りが解け呼吸ができる、そんな体験を何度もしていました。ただもともと科学的なことに興味があった私はどこかで聞いた話なんですが、これは体が疲れていて寝ていて意識だけがある、目が覚めている状態なんだという話を聞いていたんで、あんまり霊的なこととはね思わず気にも留めていませんでした。今思うと当時の私は何かそちらの世界に片足を突っ込んでいたのかもしれません。当時私の部屋のベッドは階段を上ったロフトに上がったところにありました。ちなみに私は当時から寝るとき必ず電気を消して真っ暗にして寝るようにしていました。ロフトのベッドで横を向いて寝ていると、そこからは部屋の出窓が見下ろせる構造になっている。ある日のこと、いつものようにロフトのベッドで電気を消して真っ暗にして眠りにつこうとしました。ところが寝ていると、どうも下の出窓のあたりがぼんやり青白く光っている。それに気づいたんです。最初はあまり気にも留めていなかったんですが、光が次第に強くなり、さすがにこれは何だろうなと思い、光っているところを寝ぼけ眼で凝視してみたんです。するとその青白い光の中心に普段はない何か黒いものがある、そんなものが見えたんです。当時の私の視力は今よりもはるかに良くて 2.0。
めちゃくちゃいいですね。よくよく見るとその黒いものが乱れ髪の人間の生首であることに気づきました。しかもよくよく見るとそれは老婆で、カッと目を見開き、こちらをものすごい形相で睨みつけてきます。首の下には血だまりのようなどす黒い液体のようなものも見えました。当然ながら怖くなった私は慌てて部屋の電気をつけたんです。と、そこまで記憶はあるんですが、その後の記憶は全くないんです。そして朝になって私は目を覚ましました。一つのことを除いては何も変わらない普段の朝。当然ながらまだ夜の恐怖も生々しく残っていて、昨日の夢は一体何だったんだろうかと思いながら起きました。しかしその時ふと気づいたんです。普段確実に消して寝るはずの電気がついていたんです。いつもは絶対真っ暗にしてねという方なんですけども、その日はね、不思議なものを見たのでこう電気をつけたんだという。そこで気づきました。おそらく夢ではなかったんです。ちなみにあの老婆、遠い昔にどこかで見た顔つきだったんです。記憶をたどると幼い頃の話。夢なんですが、これも夢の中でものすごい勢いで這うように追いかけてきた老婆とよく似ているんです。誰かに追いかけられる夢、見たことのある方ならわかるかもしれませんが、現実ではありえない速さと勢いで追いかけてくる、すごく恐ろしい夢でした。実は私の家、かなり古くからの旧家、そして私はその家の長男なんです。結局親不孝にも私は後を継ぐこともなく、実家は家業を畳むことになりました。なので私という人間の存在に怒っていたのかもしれない、そんなふうに思います。考えすぎかもしれないですが、なんとなくそんな気がしなくもないんです。どうなんでしょうね。でももしね、その家業を継いでほしいっていうご先祖様が怒ってるっていうことだったら、そんな生首でっていう感じで出てきますかね。で、さらにね、昔夢で見たっていうその時はきっとね、幼い頃だったという話ですから、その幼い頃にまだ家業を継ぐ継がないとかね、そんなこともない時代でしょうから、おいちゃんと家継げよなんてことで出てくるんですかね。なんかね、そういうふうになんとなく思ってるっていうところで、何かその感覚も正しいのかもしれないんですけど、何かこのお話だけ聞いて考えてみると、ご先祖様でもないのかななんていう感じもしなくはないですけどね。どうなんでしょうね。どうなんでしょう。実は僕もですね、長野県実家なんですけど、9代目なんですよね、家が。で、長男なんですよ。父はすごい立派でね、もう長野の地元の方で市役所とかね、勤め上げて、亡くなってはいるんですけど、やっぱりこう地元で長男として親戚一同を束ねて、みんなが困ったらね、みんなのことをね、助けてみたいな、本当にこう地元長野実家で長男として、もう素晴らしくこうね、みんなをまとめ上げて全うした人なんですね。で、そんな息子なんで、僕も小さい頃から周平も父ちゃんみたいになるんだぞとかね、お前は島田家の長男なんだからよろしくななんていうふうにおじちゃんやおばちゃんから言われて育ってたんですね。ただ今の僕っていうとね、もう高校卒業ってしてでも東京出てきてこんな世界でってなかなか実家にも帰れないっていうと、やっぱりね、時々思うんですよね。なんかご先祖様たちはなんて思ってんだろうか。お前何やってんだよ。長野帰ってもっとちゃんとやれよってね。実家のことやれよって思ってんじゃないかなとかって不安になることもあるんですけど。でもある方に、ちょっとそういうのが分かる方に言われたのは、いやいやもう自分が好きなことをやってる、その家のこともあるけどね、それはそれで別に応援してくれてるよって、誰も怒ってないよなんていうふうに言われて、それが本当かどうか分かりませんけどね、自分がそっちを信じたかったってもありますけど、結構気が楽になったって部分があったんですね。もちろんご先祖様家を継いでほしいとかっていう気持ちもあるかもしれないけど、でも
家に縛られるよりもご先祖様たちっていうのはもう自分らしく楽しく生きてる、ね、自分のその子孫のことの方が嬉しいんだよっていうふうに言った方がいたので、だからなんかねそれはちょっと気が楽になった僕も覚えがあるんですけども、まあどうでしょうね、枯葉さんのご自宅旧家ということでね、そのいろんな事情があってそう思うのかもしれませんけど、なんかご先祖様じゃないんじゃないかななんて感じはしますけどね。あまり気にしないように、本当にね、あんまり自分のことを責めるようなことにならないように、ね、なってもらえたらなと思います。ありがとうございます。さあ続いてこちら、ペンネーム亀子さん、女性の方から送っていただきました。40代というふうにね、年代も書いてくださってますね。ありがとうございます。こんにちは。いつも楽しく番組拝見しております。私は子供の頃たまに不思議な体験をすることがありましたが、大人になってからはあまり霊感もなく時々金縛りにあったりするくらいでした。でも合うんですね、金縛りにね。20代後半で祖父、おじいちゃんが亡くなった時に不思議な夢を見たんです。夢ね。割と家も近く、月に 1,2 回は会うくらい身近なおじいちゃんでした。父方の両親は早くに亡くなっており、私としては親族で人が亡くなるというのを経験する、そんなのがね初めての経験でした。亡くなった人を見るというのも初めてでした。その時からなんとなくしばらくなんですが不思議な感覚がよみがえった気がしたんです。しばらくは特に何もなく葬儀も済み日常生活をしていた20代後半の時ですよね。よく人は四十九日この世に残っていると言いますが、その四十九日の頃のある夜、寝ているとおじいちゃんの家にいる夢を見たんです。そして斜め上の方、天井の方から部屋を見ている、見下ろしているってことでしょうかね、という夢を見たんです。そこにはおじいちゃんが亡くなった時からお経をあげに来てくださっているお坊さんがいて、おばあちゃんの葬儀をしているという夢でした。ちょっと意味わからないですよね。まだ生きているおばあちゃんのお葬式の夢と夢を見ているのに冷静な自分がいます。その後、左前にいる人の右手が上下に激しく動いていました。それが阿弥陀如来の右手で、自分がいつの間にか仏壇の中にいて、おじいちゃんが寝ていた部屋を見ている景色に変わっていくんです。なんだか怖くなって目を覚ましました。そこにおじいちゃんの気配を感じ、なぜ自分がそんな夢を見たのか、何を言いたかったのか、それは未だにわからないんですが、当時おじいちゃんの仏壇をどこに置くか家族で少し意見が分かれていたんですが、結果その後その場所に仏壇は収まったという不思議な、正夢になったような夢でした。また母にですね、まだ買ってもいない仏壇の中から阿弥陀如来の手が動いている夢を見たんだというふうに言ったら、母にですね、気持ち悪いね、阿弥陀如来っていうとうちの浄土真宗の本尊だよ、そんなふうにも言われました。確かになぜ夢を見た時にそれが阿弥陀如来の手だと思ったのか、で本尊も知りませんし、なぜか阿弥陀如来という言葉がその時急に出てきて、自分でも謎だったのを覚えています。そんな夢を見た後、今度は100日の法要の頃、また不思議な夢を見たんです。その時はですね、夢でとっても大きな四角い階段を登っています。そこには知らない人がたくさんいて賑やか。肩くらいまでの囲いはあるんですが、外の景色は空。なぜか分かりませんが、そこを登っていっているという感覚でした。で、ある瞬間景色が急に変わり、細く奥行きのない玄関に立っていました。目の前は大きなカーテンで仕切られていて、そのカーテンの後ろから知らない僧侶が出てきて、どちらかにご用事ですかと尋ねられるんです。私は用事なんてないけどなと思ったんですが、とっさにおじいちゃんに会いに来ましたと言いました。するとその僧侶、それでしたらこちらですよと私の右側の方を示されたんで、そちらの方に進んだんです。
暗くてポツンポツンと道沿いにお墓があるところで、なぜかある場所にまで来ると、ああ、ここだと思い、ろうそくに火をつけるためマッチで火をつけようとしたんです。ただなかなかつかず、ああ、火がつかないなと思っていると目の前から手が急に伸びてくる。おじいちゃんがつけてあげるよ。こんなところまでよく来たなと話しかけられ、顔を上げると、亡くなった時よりも若い、退職した頃くらいの年の雰囲気のおじいちゃんが座っていたんです。黄色い袈裟のようなものを着ていてとても元気そう。私はなぜかとっても安心しました。その後は登った階段を降りているような気分で歩いていました。そんな不思議な夢のことを家族に話し、おじいちゃんは天国で立派になって元気にいるようだよと伝えました。宗教行事は形だけになりがちですが、自分の体験から行事には本当に意味があるのかもなと思うようになりました。今でもその時の景色は鮮明に覚えています。不思議な夢体験。でまた、よく三途の川を渡る渡らないという話もありますが、天国に登る階段は本当にあるんでしょうか。私のただの夢なのか、生きている人が天国に行くのは階段なのか、どなたか階段を登る経験をしたという方がいたら、また教えてほしいなと思います。めちゃくちゃ面白いですね。亡くなった方は向こう側で、亡くなった時の姿じゃなくって、なんかね、ちょっとこう若い姿になってるとかって話も聞きますけど、あと階段ですね。でもなんか言いますよね、階段こう登っていくっていうね話も。まあいろんな象徴的なものなのかもしれないですけど、この三途の川っていうのもそうですしね、あとはこう旅立つ時のね象徴もそうですけど、なんかその時代とか文化とか国によってまた変わってくるって話もありますよね。日本だと、いわゆる三途の川ってね、日本にあるような川なんですけど、海外のフランスとかヨーロッパの方行くと本当にセーヌ川みたいなでかい川だとかね、あとは今こう旅立つっていう時に何かこう空港のようなところとか、あとは駅とか、あとは港とかね、それは電車とか船とか飛行機なんですけど、やっぱりそういう旅立つっていう象徴的な場所で最後お別れをするとかね、そんな話も聞きますけど、昔はもちろんそんなのない時代ですから、単純になんかその川のね私のところとかね、そういうなんかやっぱりなんかその時代とか文化とか地域によって変わってくるんでしょうね。生きてた時にすごく馴染みがあった場所とかものとかに乗ってなんか向こうの世界に行けるのかななんて思いますけども、ただねちょっとこの階段を登っていった先に天国があるのか、これちょっとなんかねこんな似た話とか、知ってる方ぜひちょっと送っていただきたいですね。ありがとうございます。さあでは最後いきましょう。ペンネームりゅうちゃん、男性の方のねお話です。ありがとうございます。こちらも体験談を送っていただきました。不思議な体験何度かしてるってことですから、そのうちのね一つを今回送ってもらいましたね。6年前に祖母が88歳で亡くなった時のことです。私は小さい頃からこのおばあちゃんのことが大好きで、結婚してからもおばあちゃんの家の近くに家を建て、おばあちゃんの様子を見ながら生活していました。不思議な体験をしたのは確かおばあちゃんが亡くなって7日目のことだと思うんですが、お葬式とかでいろいろ疲れ、自宅に帰って妻と子供2人、すぐに寝てしまいました。すると夢の中におばあちゃんが出てきて、りゅうちゃん、今までありがとうと話してくれたんです。でも服装が亡くなった時の白装束ではなく、外出する時の服装だったんで、おばあちゃん、じいちゃんのところの天国に行く前にどっか行くの？ちょっとよそ行きの格好だったんですね。と尋ねました。すると、浜松とか大阪、あと指宿、おばあちゃんの実家があるそうなんですが、その辺りに行ってからじいちゃんのところに行く。そう言って、ばあちゃん気をつけて行ってきてね。そう言って別れを告げたところで目が覚めました。すると何日かして葬式に来られなかった浜松、大阪、指宿の親戚から電話があり、おばあちゃんが挨拶に来たとのことでした。
そして四十九日が近くなった頃、もう一度夢に出てきて、りゅうちゃん、じいちゃんのところに行くからね。あと、3人目の赤ちゃん見たかったけど、ちゃんと無事に生まれるから安心してね。最後の挨拶をしてくれたんです。亡くなっても、最後の別れがつらかったのか大泣きし、目が覚めたら涙を流していました。子供たちも起きてきて、お父さん、大きいおばあちゃんが夢に出てきたよ。お父さんやお母さんの言うことを聞くように、そう言ってたよと言いました。その後、産婦人科に入院していた妻から電話があり、おばあちゃんが夢に出てきたとのことでした。そしてその日の午後に急遽帝王切開で妻は3人目を無事に出産することができました。最後に話はそれて島田さんに質問です。おばあちゃんが亡くなってから6年になります。お盆と命日にはおばあちゃんの好物のアーモンドチョコをお供えしています。お供え物にしてはおかしいかもしれませんが問題ないんでしょうかというね。いやすごいですね。ちょうど初7日とかね、四十九日までの間はね、こっちの世界にいるなんて話がありますけど、まさにね四十九日の間、おばあちゃん会いたい方のところを回ってね、みんなに挨拶してたんですね。ね、赤ちゃんも無事に生まれるっていうねことも教えてくれてという、最後までね優しいおばあちゃんということなんですけども、いや不思議な話ですね。で、アーモンドチョコお供えしてます。いやいいと思いますね。なんかこれ三木住職からも聞いたんですけど、お線香をあげるじゃないですか。あの煙っていうのが亡くなった方たちの食べ物になるんだっていう。正直その食べ物とね普通にこうお供えしてもね、向こうの方食べられないんだっていう話を聞いたんですけども、ただお供えをしてで向こうの方は食べられないんだけど、でもそれをねこう味わってもらうというか、こう感じてもらった後、お供えした後にね自分で食べると亡くなった方たちがですね、自分の体を通じてね味わったような感覚になれるって話を聞いたことがあるので、もうぜひぜひねこれからも大好きだったアーモンドチョコお供えしてですね、でお供え一定時間一定期間ですか、し終わったらね、今度はそのおばあちゃんのことが大好きだったみんなで、お孫さんたちもね含めてみんなでこうねそれを食べるっていうふうにすると一番いいんじゃないですかね。はい、ぜひこれからも続けてほしいなと思います。はい、ありがとうございました。というわけで今回5人の方の、お話紹介をしました。こちらプレゼントでステッカーの方送りますので、ぜひ概要欄にありますメールアドレス、タイトルステッカー係と書いて連絡先送っていただけたらと思います。そしてこれからもですね、皆さん不思議体験ありましたらどしどしこちらの方に送っていただけたらめちゃくちゃ嬉しいです。お願いいたします。というわけで今回は、視聴者投稿怪談お送りいたしました。ありがとうございました。以上、島田秀平のお怪談巡りでした。ありがとうございます。